どうも、底辺役アリスト黄昏です。皆さん、ついにあのフィルターが来てしまいました。ずっと買おうか迷っていて、結局買ってしまったとんでもないフィルターを、今回は徹底的に検証し、実際どうなのかレビューしていきます。去年の年末に出てから未だに誰一人としてレビューしていないため最速レビューです。おそらく高額すぎて買う人がいないのではないかと踏んでいます。めちゃくちゃ気になってる方も多いと思うので、この動画を最後まで見てどんなもんかを感じていただければ幸いです。それでは今回購入した商品を開封していきましょう。まず出てきたのはこちらの段ボール。なんかもうすでにネタバレの名前出てますが、スルーの方向でお願いします。そしてもう一つ段ボールが出てきました。エーハイムと書いてある段ボールにキャンペーン特典と書いているので、こちらはこのフィルターを購入した方に特典としてついているおまけのようなものみたいです。というわけで早速開封していきます。緩衝材の下から出てきたのはまたしても箱ということで、マトリョーシカ方式のようです。高いだけあって緩衝材もいいやつ使ってますね。それでは今回紹介する製品をお見せします。それがこちら、エーハイムクラシックバリオプラス E2214。価格はチャーム本店で 24,800 円。概要欄にリンク貼っておきます。こちらは自分が愛用しているエーハイムクラシックフィルターの最新バージョンで、今までのものと何が違うのかは後で詳しく検証していきます。ちなみにこの動画1本でバリオ2214のすべてがわかります。流量、使い方、過去製品との比較、静音性、モード解説などなど、どこよりも詳しく解説してます。というか、自分以外未だに誰も動画でレビューしてません。ざっくり説明すると、Wi-Fi 経由でいろんな操作ができる次世代の外部フィルターです。もともとは エーハイムプロフェッショナルシリーズで、一足早くこの Wi-Fi 機能を搭載していたんですが、驚くほどに全く話題になっておりません。出てすぐは触れている方もいた気がするんですけど、価格が価格なだけになかなか入手するのは難しいです。確か2022年には販売され始めたと思うんですが、ざっと確認したら未だに YouTube でレビューしている人は一切いませんでした。おそらく Wi-Fi 機能付きの外部フィルターってどうなんだと感じている人は多いと思うんですけど、誰もレビューしていないからわからないみたいなことになっています。なら自分がやってやろうじゃないかということで、今回は大奮発して買っちゃいました。この製品を購入しレビューすることで Wi-Fi 機能付きフィルター全体の最速レビューになるというおまけ付きです。自分は60センチ水槽以上のフィルターはすべてエーハイムクラシックに統一しているので、レビューした後も絶対使うので無駄にはなりません。ただそれでもすぐに購入とはいかず、年明けまで悩んでいたのが本音です。実はこのバリオプラス E、去年の12月末頃に店頭でも販売が開始されていて、存在にはいち早く気づいていたんですよね。価格がわからなかったのですぐに買おうとは思っていなかったんですが、今年の初売りで安売りされていたため、値段を見てみたところ28,000円くらいでした。やっぱ高えなと思いながら後日チャームを見てみると24,800円で販売されていたため、なんかめちゃくちゃ安いじゃんという錯覚に陥り、まんまと買ってしまったという感じです。まあ今現在は通常のクラシックフィルターですら14,000円くらいする時代ですから、そこに1万円上乗せされて高性能な上位互換フィルターが買えるなら安いもんだろうということで自分を納得させました。使い倒すから今後長期レビューも投稿できそうですしね。先ほどから外箱を見ていますが、今までのエーハイム製品とデザインは変わりませんが、なんとなく今時っぽい感じの印象を受けます。青っぽい見た目がハイテクさを醸し出しています。スペックは、ろ過総容量 3.5 リットル、露材コンテナ時 2.2 リットル、露材固定板時3リットル、
消費電力 1.7W から 9.8W、最大流量510リットル毎時、コース径12、16ミリ、寸法突起部込み幅20センチ、直径16センチ、高さ35センチ、適合水槽45から75センチ、原産国イタリアです。通常のエーハイム2213と若干寸法も違うのと、ろ過装容量がチャームの記載情報と違うのが気になるところ。消費電力と流量に関しては、2213が 50Hz5W440 リットル毎時、60Hz6W500 リットル毎時なので、流量最大時の消費電力は上がり、関東関西での流量差がなくなりました。関西の場合は10リットル程度の上昇ですが、関東の場合は70リットルも違うため、結構な違いに感じると思います。あと、気になる人は気になる原産国。もともとエーハイムクラシックフィルターはドイツ製でしたが、現在は中国製になっており、評判としては昔の方が良かったという人が多いです。今回は中国ではなくイタリアということで、評価がどうなるか気になるところ。というか、このバリオプラス E2214、2213の後継機だと思うんですが、下一桁の数が1個増えてますね。もしかすると、2215は2216、2217は2218になるのかもしれません。そして今回は、なぜかショップが販売するために使用するポップカードみたいなのもついてきてました。購入特典であるロザイを押しているポップのようです。ちなみに先ほどお見せした別の段ボールにはこのキャンペーン特典のロザイが入っています。おそらく販売開始直後のサービスだと思うので、時間が経つとこのロザイはついてこないと思います。2リットル分のロザイが別で付属されているため、実質 2,3000 円分得した形です。ではその特典のロザイを見ていきましょう。まず出てきたのはこちら、エーハイムサブストラット。まさかのプロではなく通常版。地味にこれ初めて見ました。おなじみの丸っこいロザイではなく、軽石のような不規則な形のロザイのようです。あまり使われていないのを見るに、やはりプロの方が性能がいいんでしょうかね。この表を見ると、プロの方が生物ろ過性能が高いようなので、割と中途半端な立ち位置に見えます。続いてはこちら、エーハイムメック。こちらは定番のリングロザイですね。可もなく不可もなくなロザイで、物理ロザイの代表的な製品です。自分はスパイラルロザイを使用しているので全く使っていませんが、今でも根強い人気を誇るロザイです。それではようやく本体の開封に移っていきます。中が見える前にこんな内蓋みたいなのが見えました。どうやらエーハイムデジタルシリーズということで、このフィルターのように Wi-Fi 経由で制御できるエーハイム製品が書かれています。外部フィルターだけでなく、オートフィーダーやライト、殺菌灯なども書かれています。その横には見慣れない箱が4つ見えていますが、見た感じ、RGB、LED、pH などをコントロールできる機材みたいです。これもう販売されてるんですかね。まず出てきたのは説明書。安心の2年保証付きということで、ちゃんと保証書が入っています。高い買い物なので保証があるのは嬉しいですね。注意事項に関しては、後で実際にセッティングするので飛ばします。続いて出てきたのは、本体と Wi-Fi をつなぐための方法が記載された簡易的な手順書。正直これ見てもわかんないんで、素直に説明書を見ながら操作することを推奨します。続いて出てきたのはダブルタップ。これはなくてはならない存在ですね。この2セットだけでも 4,5 千円の価値はあるのでバカにできないアイテムです。そしてパイプ類。どうやらこのバリオプラス E70 周年モデルのグレーカラーになっているようで、ホースもグレーです。やっぱ消費者からも緑よりグレーが好評なんでしょうね。続いて出てきたのはフィルターには見慣れないアダプター。結構デカめですが重さは軽いです。
本体から着脱可能になっているため、コードがダメになっても買い替える必要がないのは嬉しい点です。そしてコンセント。何の変哲もありませんが、ちょっとコードは固め。次に吸盤。これは変わりなし。最後に肝心の本体。こちらもグレーカラーのようです。気になるヘッド部分ですが、上に状態を知らせるランプがついている以外は、特に目立った変更点はなさそう。留め具も4つで変わらないですね。ヘッドの横には先ほどの着脱可能なアダプタを取り付けるための接続部分があります。漏電しないように下向きで、なおかつ若干周りに屋根がついているのが高評価ポイント。後で通常のクラシックフィルターと比較してみます。本体下部にはこのようにリングみたいなものが付属しています。どうやら着脱可能なようで、底面はこんな感じ。なんか AHEIM2211 の転倒防止パーツみたいですね。特に何かで留められているわけではないので、手でスポットを取れます。外すといつものクラシックフィルターと変わりませんが、リング部分にゴム足がついているため、外して使用する場合は別途ゴム足を買う必要がありそうです。続いては中身を見ていきましょう。果たしてどんな風になっているのでしょうか。まずはモーターヘッド。なんかめちゃくちゃ横に寄っている感じがしますね。留め具は2213というより2215みたいに頑丈。取り外すのに結構力いります。このカバーは一体型になっており、留め具がくるくる回る仕様です。個人的には紛失の心配もないので、合体しているのは嬉しいです。続いて肝心のモーター部分。なんと全てが一体化しています。羽の形も今までと全く違い、大きさもだいぶコンパクトになっている印象です。上下のゴムなどもなく、パポッとはめるだけでセットできるのはいいですね。続いて出てきたのは露材コンテナ。おそらくこれは今までのものと全く一緒だと思います。開けると活性炭、細めフィルター、粗めフィルターが付属しています。正直このセットだと心もとないので、露材を持っていない人はキャンペーンでもらったサブストとメックを入れときましょう。露材コンテナ自体も通常のものと同じですね。ここを変えなかったのは個人的にすごいいいところだと思います。サイズが違うとわざわざフィルターも専用の買わなきゃいけないですしね。続いては AHEIM2213 と比較していきます。サブフィルターですが、モーターが内蔵されているかいないかの違いなので、比較するには十分です。このようにサイズは全く一緒です。アダプタ接続部分の突起がある分、若干バリオの方が場所は取りますが誤差。ヘッド部分の色合いは若干バリオの方が明るい印象で角が削れています。それ以外は全く一緒かと思っていたんですが、並べてみると突出口部分がバリオの方が上についてますね。これがいいかどうかは正直わかりません。実際にヘッドを取り外して比較してみます。先ほどの違いの他にバリオの方が厚みが薄いことがわかります。直径は変わりませんが、ここはモーターの違いが大きいでしょうね。そしてここで特筆すべきは、バリオのモーターヘッドがめちゃくちゃ軽いことです。クラシックフィルターをお持ちの方はわかると思いますが、ヘッド部分って結構重いんですよね。サブフィルターと比べると歴然で、メンテナンスするときも動かしやすさが全く違います。このバリオはモーターが搭載されていないサブフィルターのヘッドと同じくらいの重量で、この軽量化は長期使用ユーザーとしてはめちゃくちゃ注目したいところ。実際に手に取ってみてもらえれば、これはいいなと思ってもらえるはずです。やはり購入してみないとわからないことが多いので買ってよかったです。モーター部分はこんな感じで、今までのクラシックフィルターは中央に近いところにモーターが内蔵されていたんですが、バリオはだいぶ端に寄っています。インペラを比較してみるとサイズ差がはっきりとわかりますね。これだけコンパクトなモーターで従来のフィルターよりもパワフルなのは素晴らしい。
そして何より、インペラ、スピンドル、ゴム先がないのが最高です。通常のクラシックフィルターは、今お見せしているインペラに、スピンドルというセラミック製の棒を通しており、その両端にもゴム先がついています。そのスピンドルがまあ折れる。だいたいクラシックフィルターの不調はインペラ周りが原因なことが多く、流量を回復させるために清掃している時とかにスピンドルを折る人多発。なんかメルカリとかに鉄でできたスピンドルも販売していますが、どうやらセラミック製じゃないとインペラの軸が摩耗して中心がぶれたりすることもあるそうです。折れやすいセラミック製にしているのには理由があるんだと思いますし、そうやってサードパーティー製のスピンドルを使う弊害もあるということで、堅牢なクラシックフィルターの中でもインペラ周りは繊細です。そして何より、このインペラの磁石の付け根部分が毎回取れます。お見せしているインペラもそうなんですが、アロンアルファでくっつけてます。そうしないとインペラが空転していきなり水が回らなくなるんですよね。そういう感じで長く使っているとどこかしらに不調が来るんですが、ほぼ全てと言っていいほどインペラ周りがいかれてます。バリオの方は見た感じその心配もなさそうですし、全てが一体化しているのでパーツを紛失することもありません。多分長くクラシックフィルターを使っててゴム先をなくした経験がある人は多いのではないでしょうか。そういった心配もなく使えるのは大きいですね。まあ実際にどれくらいの耐久性があるかは使い続けないとわからないので、とりあえずの所感でお話しています。ちなみにバリオが採用している BLDC モーターというのは何なのかというと、 DC モーターからブラシがなくなったモーターらしいです。いろいろ調べたんですが解説すると長くなるので、端的に BLDC モーターの利点をお話しすると、効率が高く電圧を変えることで様々な制御ができ、長寿命であるという利点があります。効率が高いというのは DC モーターに比べ磁石が小さくてもパワフルなトルクが得られるということです。もしかするとこれがモーターヘッドの軽量化に少なからず寄与しているのかもしれません。また BLDC モーターは出したいトルクや求めている回転数にぴったりと合わせることができるため、電圧の変化で目的に合わせた制御をビタッと叶えてくれます。さらに長寿命ということで長く使える素晴らしいモーターです。全部これにすればいいのに。長々と説明してしまいましたが、フィルターの心臓部であるモーター部分がこれだけ進化したということがどれほど素晴らしいことなのかを皆さんに伝えることができたのではないでしょうか。続いては実際にろ過層が同じなのかを比較してみます。ちょうど2213に固定板代わりのコンテナ蓋を入れていたので、蓋がバリオにそのまま入るのか見てみます。ぴったり収まりました。そしてモーターヘッドを取り付けようとするとこの通り。2213のろ過層とバリオのろ過層は互換性があり、底面にリングがついているかどうか以外は全く一緒です。ということは給水部分やろ過層部分は従来のものが流用できるということです。わざわざ専用のものを買わなくて済むのはいいですね。自分のようにもともと使っていた2213と交換して使用する場合は、一つ予備パーツがあるのと同じです。特に給水部分の O リングはバカになることが多いので助かります。そしてグレーが気に入らなければ2213のろ過層と交換して緑色のバリオにすることも可能です。何でもパーツの互換性があることはいいことです。それではようやく実際の検証に移っていきたいと思います。いつものように水流の検証もしないといけないですし、ちょうどいい感じに空いていた60センチ水槽に水を張っていきます。長らくそのまま放置しており、ホコリやら毛やらが中に入っていたため掃除しながら注水してます。犬を飼ってるとそこら中に毛がついちゃうんですよね。トイプーが人気な理由がわかります。セッティングに関してはもはや語ることがないので省略。今回は面倒なのでダブルタップつけてませんが、実際に使用する際は絶対つけときましょう。
そしてここまで来たら呼び水を行います。後からフィルターを Wi-Fi に接続する工程があるんですが、先に呼び水をしていないとモーターが空転して破損につながる可能性もあるので、絶対に水で満たしてからネットの準備はしてください。エアガミして流量に変化が起きてほしくないので、いつもより多めに揺らしております。呼び水が完了したらアダプターを接続していきます。本当なら先にしておいた方がいいです。このようにただ差し込むだけなので超簡単。あとはコンセントコードをアダプタ側に取り付け、コンセントに差し込んだら勝手に稼働し始めます。早速水が出てますね。このようにコンセントに差し込んだだけで最初は稼働するため、先に呼び水をしておく必要があるわけです。そこまで完了したら肝心の Wi-Fi 設定を行います。モーターヘッド側についている1番の QR コードをスマホで読み込みます。そうすると AHEIM クラシックバリオと書かれたネットワークをつかむので、そこに接続。インターネットが不安定と書かれていますが、気にせず接続してください。接続が完了したら2番の QR コードを読み込みます。読み込むと AHEIM デジタルというところに飛ばされます。そこで言語設定を行い、メートルかヤードか聞かれるので必ずメートルを設定しましょう。ヤードポンド法滅ぶべし。そして水槽の名前を設定するんですが、特にこれは飛ばしてもいいです。一応複数水槽にバリオを使ってるなら識別できるように自分の好きなように設定してください。今回は省略。デバイスの名前も省略。最後にマニュアルモードかパルスモードを選ぶんですが、後でいくらでも変えられるので適当に選んでください。ここまで完了したら右上の歯車ボタンを押し、設定を選びネットワークを選択します。使用可能なネットワークに接続を押し、自分の Wi-Fi を設定します。この時皆さんがお使いの Wi-Fi を選べばいいんですけど、IoT 機器では常識的なことになっている 2.4GHz 帯の Wi-Fi ネットワークで接続してください。Wi-Fi には基本 2.4GHz と 5GHz があるんですが、IoT 機器を Wi-Fi につなげる際は必ず 2.4GHz 帯で接続しないといけないんです。2つあってどっちかわからない場合は末尾が G になっている方を選びましょう。設定すると自動で Wi-Fi に接続してくれます。認証が成功すると画像のように3つの URL が表示されます。これ以降は QR コード読み込みによる操作画面アクセスはできなくなるので、この3つのどれかで接続することになるため、メモするかスクショして URL をぶくましておきましょう。これ地味に衝撃的で、なんかアプリの誘導ないなと思ってたら Web 経由でフィルターにアクセスするんですね。今まで使ってきた IoT 機器は全て専用のアプリがあったため衝撃的でした。そしてこのフィルターの驚き部分はもう一つあるんですが、外出先でネットワーク操作はできません。必ずうちの Wi-Fi で接続しないと操作画面にアクセスできないんです。正直フィルターだけなら外出先で操作することなんてほぼないからいいんですが、これオートフィーダーと連動して餌やるときだけフィルター止まるのを売りにしてたりするんですよね。確かに最初に設定しておけば連動に問題は起きないですけど、外出先で休止したくないときとか困る気がします。これからどんどん IoT 製品をリリースする予定がプンプンするので、きっと外出先で操作したい製品も出てくると思います。そうなった時にこのうちでしか操作できないというのは大きなネックになるため、AHEIM にはアプリなり何なりリリースしてもらって外出先でも操作できるようにしてほしいです。今の段階ではそこまで必要ないと思ってますが、そもそも IoT の強みってどこからでも家電を操作できることであって、この意味わからない接続方法と相まって IoT である必要性を感じません。極論、うちでしかコントロールできないならリモコンでいいですからね。まあスマホの方が楽に設定いじれるので、そこは純粋な利点ではあるんですが、わざわざ Wi-Fi 経由してまでうちで操作する必要あるというのが率直な疑問。
初心者にも分かりづらいし、素直にアプリにしてください。って思ってすごくいろいろ調べたんですが、アプリありました。別にこのアプリを使用したからといって外出先で接続することはできないのですが、説明書には一切アプリのことは書いておらず、エーハイムのサイトのデジタル製品一覧みたいなページの一番下にひっそりとアプリの QR が書かれていました。おまけにアプリ対象商品の欄にはプロフェッショナルシリーズとオートフィーダーしか書かれておらず、今回のバリオは記載なし。ダメ元で入れてみたら動いたという感じです。こんなアプリあるんだったら説明書に書いとけよとマジで思います。なぜ Web からのアクセスを推奨しているのかは分かりませんが、プロフェッショナルとオートフィーダーしかアプリの製品一覧に書いていないところを察するに、そこまで力入れてないんでしょうね。とりあえずこのアプリ入れたところで操作できる内容は変わらないので、スマホの容量気にする人は URL ぶくまして使いましょう。もしかしたら通知がアプリ経由で流れてくるアプリの方が使いやすいかもしれません。それでは実際に目玉機能である流量設定をしていきます。このようにフィルターのオンオフは設定画面でも操作ができます。フィルターモードにはマニュアル、パルス、バイオモードの3種類があり、この中から1つを選ぶようになっています。このようにリアルタイムで回転数の増減がわかるのは面白いです。そして、エーハイムが推していた清掃時期のお知らせに関してはがっかり。なんか回転数と流量の違いを検知して、目詰まりして流量が落ちてきたらお知らせしてくれるのかもとか期待していたんですが、ただ単に次のクリーニング時期を教えてくれるだけです。これを見ると2ヶ月くらいを清掃の目安にしてくださいって感じのようで、目詰まりの具合とか関係なく期間で告知されるだけです。しかもこれいちいち下のフィルター清掃しましたかってボタンを押さないと反映されないですからね。掃除したのに押し忘れたら全く意味ありません。お知らせしてくれるに越したことはありませんが、そもそも期間ごとに定期的に通知してくれるアプリなんていくらでもありますし、この機能を前面に押し出すのはちょっと違うかなといった印象。すごい機能だよって喧伝せずに、おまけ程度についてるんだったら納得してたと思います。では実際にマニュアルモードでの流量変化を見ていきましょう。このように基本的にゆっくりと立ち上がっていくような感じで、100% を 10% に変更した時もいきなり 10% に落ちるのではなく、じわじわと下がっていくようになっています。これは純粋にいいところですね。こういう動作感はもっと押し出してもいいと思います。まずは 10%。これだけ絞れるのは素晴らしいですね。最後に 100%。さすが510リットル毎時。これだけあれば余裕で90センチ水槽も回せそうです。関東民からすると関西より流量少ないの嫌だなって思ってる人もいる気がするので、流量がこれだけアップしてくれるのは純粋に嬉しいのではないでしょうか。ちなみにそこから最小にするとこんな感じ。めちゃくちゃじわりじわりと出力が下がってきています。見てもらったらわかるように、一気に目的の流量に変わるわけではなく、これだけ段階的に流量が変わります。いきなり最小流量から最大流量に切り替わったりすると、生体にも負担が出てくると思うので、これは純粋にいいポイントです。そして流量最小にすると、このように止まります。これは溶定が関係していると思います。溶定とは、ポンプが水をどれくらいの高さまで持ち上げられるかということであり、バリオの最大溶定は 1.8 メートルです。ただ、これはあくまでも最大溶定であり、流量を最小にするとそれ以下の高さで水が上がってこなくなります。自分が今検証している環境は、地面から110センチ程度の高さがマックスになっているので、
それくらいの高さだと流量最小では運用できないということです。もし極端に流量を下げる設定を使用する場合は、ちゃんとその流量で水が出ていくのかを確認してから使うようにしましょう。続いてパルスモードを見ていきます。このパルスモードは流量の強弱を一定の間隔で繰り返し、生き物が生息する自然界の複雑な水流を再現するためのモードです。こうすることで止水域も生まれにくいでしょうし、より自然な水流で生態を飼うことができます。調整方法はこのようになっており、最大流量を設定し、それをどれくらい継続させるか、最小流量を設定し、それをどれくらい継続させるかを設定します。調整幅は最短10秒、最長300秒になっているので、お好みの流量に調整しつつ、その時間も大きく変更することが可能です。1秒単位では変更できませんが、5秒刻みで変えることができるので、機能的には必要十分だと思います。例えば、水流が苦手な生態を導入する際は、最小流量を長めに設定し、止水域対策に流量最大を短めに設定したりという使い方もできます。水槽という閉鎖的な空間では、常に一定の流量よりも常に変動する水流の方が利点が大きいと思います。特に先ほど解説したように、流量の変動は徐々に行われるため、100% から 10% に低下させる間の細かな流量の変化も加えることができます。ということは、継続時間を度外視すれば、1% から 100% までの流量を常に変動させながら動かすことができるということです。検証しながら思いましたが、最初に感じた以上にこの利点は大きい気がしてます。そして個人的にはこのモードが一番注目しています。なぜなら乱層対策になりそうだからです。よく水槽底面の突出口の直下ら辺は水流が滞りやすく、取っても乱層が発生しがちです。そこに水流の変化が加われば、直接そこに水が噴射されるわけではないにしろ、普段滞りやすい低床付近にも水流が起こると思います。そういった観点でも使用するならこのパルスモードがバリオの進化を発揮できそうです。実際にパルスモードで運用した場合の変化はこちら。わかりやすいように流量最大と 20% を最短の10秒ごとに変える設定にしています。しかしこの方法だと 20% から最大になる時間が10秒以上かかるため、結果的に常に流量最大と 20% には到達せず、10秒間に変動する流量の間をうろうろする感じになってます。なので継続時間を最短に設定する場合は、その最短時間で到達可能な幅での最小最大の流量設定を行うことを推奨します。ちなみに検証してみた感じ、流量最大から流量最小にするまでの所要時間はだいたい15秒程度なので、ギリギリ15秒に設定しておけば最大最小での運用が可能です。続いてはバイオモードを見ていきます。こちらは昼と夜の流量をコントロールする設定で、何時から何時までをこの流量、それ以外の時間をこの流量という感じで設定が可能です。特に生体も寝ている夜間帯に流量がマックスだった場合、生体の疲労も大きくなるため、ライトの消灯点灯時間に合わせて、点灯時は強めの流量、消灯時は弱めの流量みたいにすることができます。設定方法は簡単で、時間のバーと最大最小の流量を動かすことで変更します。ちなみにスマートコントロールという設定もこちらにはあり、その他のデバイスを使用するときにペアリングすることで連携することが可能なようです。他のデバイスを持っていないので実際の設定方法などはわかりませんが、オートフィーダーで給仕するときにフィルターが自動に止まり、一定時間経過後に再始動するみたいなことができます。このバイオモードの惜しいところは、パルスモードとの併用ができないことです。パルスモードで流量を変動させつつ、夜間は流量を抑えめにできたりすると活用の幅が広がると思うので、エンハイムにはぜひ併用機能を実施してほしいですね。
続いて恒例のメラミンスポンジを使用した水流チェックをしていきます。さすがに全流量をやってるとキリがないので 10% と最大最小流量設定のパルスモードを見ていきます。まずは 10%。思ったより水流回ってますね。ただ時間経過ごとにメラミンスポンジが下に落ちていっているので、60センチ水槽だと 10% では回しきれていない感はあります。レイアウトの構造にもよると思いますが、10% 程度の低流量の場合はパルスモードで運用するのがいいと思います。続いて最大流量。さすがの馬力ですね。いつも500リットル毎時の関西2213を使っていますが、交渉通り負けず劣らずの流量です。これくらいであれば90センチ水槽までいけそうなので、プロフェッショナルはオーバーすぎると思って買っていなかった方も、こっちならちょうどいいかもしれません。流量を抑えれば45センチ水槽にも使えるのがこのバリオのいいところです。最後に最小最大流量15秒ごと切り替えのパルスモード。これじっくり見てみないとわからないんですが、最小最大の動きの間にゆっくり流量が上下するおかげで、平面に落ちていたメラミンスポンジも攪拌してくれています。これがパルスモードによる一番の恩恵ではないでしょうか。流量固定の場合、止水域になってしまうような場所でも、最小から最大の幅でゆっくり流量が変化していくため、まんべんなく水を回してくれます。これが一番画期的ですね。バリオを使用する際に一番目玉として宣伝しなければならないのは、スマホ操作できることやオートフィーダーと連動できることではなく、パルスモードです。最後に静音性のチェックもしていきます。できるだけ無音の環境で行うようにしていますが、60センチ水槽で検証する関係上、アクアリウム部屋での録音になるため、多少の雑音は許してやってください。まずは流量最大。やはりインペラが小さいからなのか、今までの2213よりも回転数が上がってる感じがします。若干甲高いブーンという音がするので、全く無音とは言えません。ただ音自体が大きいわけではなく、普通に寝室でも使えるレベルだと思います。どうしてもこの音が苦手とかじゃない限り、静音性は優れていると言っていいです。続いて流量最小。さすがにほぼ無音です。やはり今までのモーターに比べて BLDC ポンプは静音性に優れている気がします。それこそ静音性にめちゃくちゃこだわる人なら、音を基準に許容範囲の流量で運用することも可能なのがいいところ。まあ率直な感想を述べると、ガチ無音を期待していたので、外部フィルターくらいパワフルな回転数だとさすがに無音にはならなかったかという感じです。というわけで結論。買う価値あり。いきなり最初の外部フィルターとしてこれを使うのはお勧めしませんが、今まで外部フィルターを使ってきていろんな特性を知った上で購入するなら、このバリオの利点に気づけると思います。特に自分のようにエーハイム2213を愛用していた人にはうってつけな外部フィルターです。使用感自体は変わらず、メンテナンスも同じようにすればいいですし、何よりインペラ周りのトラブルが少なそうなのが高評価ポイント。正直複数のエーハイムフィルターを使っていると、何かしらトラブルが起きて流量が低下しているものが年数回あるので、そのストレスをなくせるのは大きな点です。先ほどもお話ししたように、エーハイムの外部フィルターは構造が単純なので、何かしら不調がある場合は、
目詰まりしてるかエンペラ周りの異常しか考えられません。ろ過層やホースを掃除したのに流量が落ちたままの場合は、急遽インペラやスピンドルを買わないといけない羽目になるので、今回の BLDC ポンプ採用による小型化&パーツの一体化はすごいメリットです。実際に長期間使ってみないと断言できませんが、BLDC ポンプ自体長寿命ということもあるので、今までのエイハイムフィルターより安心して長く使えると期待しています。また、既存の2213と互換性があるのもいい。元々の2213パーツを使えるので入手性も高いですし、予備のものがあれば無駄にもなりません。今まで使っていた2213自体も部品取りに使えるので、やはりエイハイムユーザーの乗り換えとしてはこれ以上にない外部フィルターです。そして流量が関東関西で統一され、使用感が全国で一緒になることも大きいですね。パルスモードなど細かな設定ができるようになると、その分環境による個人差が出てくるので、できるだけ再現性が高い方が情報共有するときの参考になります。そういった意味でも周波数帯による流量の違いがなくなったことはでかいです。何より流量調整がモーターの負担なくできるというのが画期的でした。今まではダブルタップを少し締めたりすることで流量を抑えるしか方法がなかったので、モーターの劣化が早まる危険性もあったんですが、逆に流量を下げることで負担も減るという素晴らしい構造になっています。流量調整自体も目で見てビシッと 1% 刻みで調整できますし、パルスモードによる水槽内の攪拌や自然の生態系を再現するという新たな楽しみの幅も生まれます。この流量調整のおかげで幅広い生態を導入することができるため、使い続ければ続けるほど恩恵を感じられると思います。ただ、ソフトウェア関連は正直残念なところが多いです。外出先で操作ができること自体は副次的で、そこまで重要視するものではありませんが、せっかくスマホで操作できるなら、やっぱりどこでも操作したいですよね。アプリへの動線がめちゃくちゃ悪いところも考えると、ソフトウェアによる追加アップデートはあまり期待できないので、そういった拡張性が期待できないところはマイナス。まあ、今の状態でもある程度完成されているので、そこからいい感じにアップデしてくれると嬉しいです。概要欄にリンク貼ってるので気になった方は見てみてください。というわけでいかがだったでしょうか。この動画作るのめちゃくちゃ時間かかりました。最後まで見てくださった方には本当に感謝です。ちなみに台本の文字数は驚異の15000字。いつもは4000字程度なので、この動画1本だけでも4本分の動画時間になっているのではないでしょうか。ただ前後編とか分けるのも見てる人からするとだるいでしょうし、1本の動画でしっかり全て検証しきって結論まで述べたかったので頑張りました。誰もレビューしていないのに注目している人はめちゃくちゃいると思うので、外部フィルターもこんな感じになってきてるんだなと感じていただければ幸いです。これからも皆さんの購入検討の一助になるよう、できるだけ分かりやすくまとめてレビューしていきますので、今後も応援してやってください。というわけで今回はここまで。